ね、ないの？やっぱりないの？ちゃんと探したの？マサってほんとそういうとこがだらしない。だから上着とかズボンのポッケだけじゃなく、ほら無意識にカバンにポーンって放り込んだとか。友、お前もういいから分かったから。後から自分でゆっくり落ち着いて探すから。それをかとっとと明かりつけろよ。ほら、あとあれ、ほら、なんだ。ダメだな。もう年取ると前みたく言葉がポンポン出なくなって。塩だ。塩。塩なんて何すんのよ。何って決まってるでしょ。お清め。清めのお塩。用意してないの？してないわよ。キッチンにならあるけど。なんでわざわざお塩を玄関に置くのよ。置くでしょ。置いとかないとうち入れないでしょ。入れないの？そうなの？そうなの。入れないの。独り身は。独身は帰ってきた時、誰も塩持って出迎えてくれないでしょ。葬式とかお通夜に出る時は、あらかじめ玄関先ちゃんと用意してから出かけるもんなの。じゃあ、マサはお塩玄関に用意して出かけたの？あらかじめ？用意して出かけましたよ。あらかじめ。家に入れるよう準備万端整えて。それで家の鍵なくしてたら世話ないわね。そりゃごもっとも。それに僕もともとお清めとかそういうの気にしないのよ。亡くなることもご遺体のことも不浄だとか思ってないし。バカ、ダメだって。ほら、なんていうの、いろいろついてきちゃったりするんだって。いろいろついてきちゃう？だから葬儀場から肩にこういかぶさるみたく。だったらお招きするわよ、喜んで。生前仲良くしていただいたんですもの。死んだからって急に手のひら返して追い返すみたいなことできるわけないでしょう。お茶の一杯でも入れて差し上げるわよ。俺は無理なの。苦手なんだよ。子供の時からお化けとかそういうの。もうめんどくさい。はいはい、わかったわよ。塩ね。お塩ね。はい、お塩。はい、どうぞ。何これ、食卓園？生成園でお清めって。お前せめて天然のさ、ゲランドとかカマルグペルルドセルとかさ。マサ、結構塩に詳しいのね。それもフランス産。しかもこれ2分の1減塩タイプ。だったら倍かければいいでしょ。ちょっと待って、かけすぎだって。僕はね、死ぬことはこの世で最も自然なことだと思ってるの。男も女もゲイもノンケもお金持ちも貧乏人も生きとし生けるもの、誰もがみんな平等にいつか一度は経験すること、いわば自然の摂理。この頃はね、死ぬってどんなかなってちょっと待ち遠しかったりするのよ。どうしたの？そこ入れといたの？家の鍵。前使った時直さなきゃなと思ってたんだよ。思ってたけど、そのままクローゼット閉まっちゃって忘れてた。ダメだね、年取ると忘れっぽくって。何でも年のせいにされちゃ年も気の毒ね。それでどうすんの？何が？鍵。まあマンションのコンシェルジュマスターキー持ってるから明日の朝にでも帰るわ。だからともすまないんだけど。何よ水臭い。今晩うち泊まってきなさいよ。構わないわよ、一晩ぐらい。
寝込み襲っちゃ嫌だよ。襲わないわよ。なんで僕がこんなじいさんを襲わなきゃいけないのよ。ずうずうしい。せっかくの人の親切を。びっくりした。あ、これせんべいって踏んでたのにな。引き出物？残念賞海苔でした。お茶漬けにいいじゃない。僕小腹空いちゃった。ご飯チンするけどマサも食べるでしょ。香典返し。え？お通夜だから香典返し。引き出物は結婚式。あ、お前も年だな。うっかりが多くなった。お互い様。この間礼服使ったのいつだったの？定年迎える前だから結構前になるかな。友は？僕はちょいちょいあるのよ。ほら、仕事柄？へえ、お前まだあの仕事やってんの？訪問介護。元気だね。自分も老人なのに。介護ってほどのもんじゃないの。ヘルパー、お手伝いさんみたいなもんよ。マサみたいにお勤めじゃなかったからね。貯蓄と年金だけじゃ不安だもの。その日の食費くらい稼がないと。シルバー人材派遣の紹介であちこちの家回って食事作って冷蔵庫入れといて、あとは洗濯したり水回り掃除したり。そうそう、そうなの。ほんとマサの言う通り、老老介護。あるお宅にこう杖ついて、あっちにフラフラ、こっちにヨロヨロって危なっかしいお年寄りがいるんだけどね。その方に、おじいちゃん、今日は調子いかがですかって聞いたら、あんたにじいさん呼ばわりされる筋合いはないってキレられちゃって、聞いたら、なるほど、僕と一つ違いだったのよ。あちゃ、あちゃ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 、ほいっと。けどあれだよ。結婚式なんぞ初めっからそうだったけど、仕事辞めるとさ、俺たちゲイって冠婚葬祭はほとんど無縁なもんだよ。あら、そんなもん？そりゃそうだよ。今日のしげぼうのお通夜だって、たまたまあいつに見届けてくれる彼氏がいて、たまたまスマホ登録してあったメアド見つけてくれて、たまたまその子が気利かしてくれて、わざわざ全員に訃報知らせてくれて、ようやくお通夜に出席してお別れができるってもんなんだよ。ありがとう。いただきます。俺らの世代、夜の世界だけのお付き合いじゃなかなか家族が仕切るセレモニーには出席しにくいっていうかさ、飲み屋なんかで最近あいつ見かけないなとか言ってたら、あらとっくに亡くなったわよなんて珍しくもない話っていうかさ。でもそれってゲイだろうとノンケだろうと同じじゃない？そうかな。そうよ。ヘルパーしてるとそう思うことあるもの。この人たちの無事を確認するのも僕の大切な仕事の一つなんだなって。あちゃー、しまった。それで思い出した。何？いや参ったな。いやいや、なんでもない。今さらどうしようもないし。何よ、気になるじゃない。言いかけたんだから最後まで言いなさいよ。部屋のエアコン、冷房入れっぱなしだったかも。電気代もったいないな。もう電気代はともかく。大丈夫？ストーブとかだったら火事になったり大事じゃない。冷房入れてストーブつける人いないでしょ。マサもヘルパーお願いした方がいいんじゃない？ヘルパーより一回りくらい年下の彼氏見つけるかな。夜のお世話もしてくれるような。一回り下って言ってもあらかんよ。しげぼうの彼氏結構年離れてたよな。初めて会うの？うん。割といい男よね。しげぼう、彼氏の誕生日のお祝いするの楽しみにしてたのに、その前に死んじゃって。けどその割に優しい顔してたじゃん。安らかないいお顔だったわね。ごちそうさまでした。
柏木しげぼう。何しげぼう、なんて言ってるの。違う。やきたい焼きたい焼きたい焼き。素晴らしい最